こんにちは。静岡県立大学食品栄養科学部食品科学研究室です。私たちは食品にとって最も重要な価値の一つである美味しさを科学し、味と香りの観点から新しい食品の開発に貢献する技術を開発しています。今回は研究内容を紹介します。主な研究アプローチは成分分析、官能評価、そして味覚・嗅覚受容体の応答評価です。食品に含まれる成分を様々な機器を使って分析します。さらに私たちは官能評価にも力を入れています。特に最近新しく開発された時系列官能評価の手法によって時間ごとの感覚の変化の波を捉えることでより詳細に美味しさを解析しています。さらに私たちはミクロの世界からも美味しさを研究しています。口の中を覗いてみると人の舌にはそれぞれの味に対応するポケット、味覚受容体が存在します。食品に含まれる様々な成分が味覚受容体にうまくフィットすると脳に信号が伝わり味を感じることができます。私たちは味を感じる最初のステップである食品成分と味覚受容体の結合に着目して研究に取り組んでいます。例えば味覚受容体のポケットをあらかじめ塞ぐ成分を用いれば食品成分は作用できなくなり苦くてまずい機能性成分の味をピンポイントにブロックできます。他にも甘みや旨みを増強する成分の探索なども行っています。人が感じる食べ物の美味しさには香りも大きく貢献しています。風邪をひいた時に味を感じにくくなったり、嫌いな食べ物を鼻をつまんで食べた経験のある人は多くいるのではないでしょうか。私たちが普段味と呼んでいる感覚は実はほとんどが味覚と嗅覚が合体した風味、フレーバーなのです。食べ物はたくさんの香り成分でできています。香り成分はもちろん鼻からも入ってきますが、喉から鼻の奥に抜けてくる経路もあります。そしてこの経路が美味しさの感覚に大きく関わっています。鼻の奥にも香り成分用のポケット、嗅覚受容体が存在していて、このポケットに香り成分がフィットすると脳に信号が伝わって私たちは香りを感じることができるのです。人の嗅覚受容体は約400種類存在しますが、人はそれよりもはるかに多いおよそ10万種類の香りを感じることができます。どういう仕組みだと思いますか？キーワードはパターンです。香り成分は複数の嗅覚受容体にフィットし反応させることができます。そしてこのパターンは匂いごとに決まっているのです。このように匂いによって反応する嗅覚受容体パターンは異なります。私たちはこの匂いのパターンを解析できるシステムを開発しています。このシステムが完成すれば目に見えない匂いをデジタルデータとして扱える未来が到来するでしょう。あなたも美味しいものを食べる人から作る研究者へ。さあ一緒に研究しよう。